いきなりなんですけど、ギャンブラーの皆さん、相手のカードが透けて見えたらなとかゲーム中に思ったことありませんか？いやいや、そっちじゃなくてカードね。今日は特殊なカードとか特殊な道具なしで相手のその伏せられたカードが何なのかっていうのを知った状態からゲームをスタートできるというイカ様を紹介します。はい、皆さんこんにちは、ゆうきです。いやー、皆さんお元気ですか？今世間は本当大変なことになってて、特にマジシャンとかね、営業とかイベントが中止になったりして、すごいね大変な思いしてると思うんですけど、あんまりネガティブには考えすぎずに、今のうちにカードとかマジックを練習したりね、勉強したりとかする期間っていう風に、無理やり自分で気持ちを切り替えて、前向きにね生活してもらえたらなというふうに思います。僕自身もずっと今家に引きこもってて、ずっと溜まってた DVD を見ながらね、ずっとで今日はそこまで難しいテクニックなしでできてしまうイカ様の手口っていうのを2つね紹介したいと思います。で今回紹介するものっていうのは、前の動画で話した半分のフォールシャッフル、トップとかボトム数枚のカードをキープするシャッフルさえできれば、あとは今回紹介するその、原理ですね、イカ様の原理みたいなのが、マジックでセルフワーキングマジックみたいな感じなんですけどが、あとはねやってくれるっていうもので、早速まず最初に紹介するのがメモライズドハンドっていうもので、これはスタッドポーカーですねで使われるイカ様の手口で、スタッドポーカーっていうゲーム自体知らない人もいると思うんで、簡単にね説明すると、まず各プレイヤーに1枚ずつ裏向きでカードを配って、で2枚目から表向きにみんながそのカードが見えるように、カードをね2枚目以降全部配っていって、その最初に配った裏向きのカード以外全部相手に公開した状態のまま、その間にまた駆け引きとかもねあるんですけど、最終的にできた手札で勝敗を競うっていうゲームで、この最初に配られる裏向きのカードっていうのがこのゲームをね面白くする最大のポイントで、本当にこの裏向きのカードの読み合いが全てって言ってもいいぐらいね、このゲームの中ではこの裏向きのカードっていうのがすごい重要なんですね。なんで逆に言うと、この最初に配られる裏向きの相手のカードがね何なのかっていうのが全部分かったら、もうめちゃくちゃ有利になります。でそのさっき言ったメモライズドハンドっていう手口がそれをね可能にしてくれるんですけど、どういう手口かっていうと、まず自分がディーラー役になる前のラウンドで、自分の手札の中で一番強いカードですねが自分の手札の一番下に来るようにして、でその5枚の順番とそのカードを覚えて、で覚えたらそれをこんな感じでちょっと曲げて、その5枚のカードにクリンプを作ります。でそのラウンドが終わったらカードを回収する中で、さりげなくその自分の5枚の手札がデックのトップに来るようにして、そのトップ5枚のカードがデックの中でバラバラにならないようにカードをフォールシャッフルして、で最終的にその5枚の塊がデックの、ね、真ん中あたりに来るようにして、で以前動画で紹介したクリンプの原理を使ってその5枚のカードがトップに戻ってくるように隣の人にカットさせます。あとは今デックのトップはさっきの自分の手札が5枚来てるんで、その5枚のカードがね順番に自分の左側から他のプレイヤーに配られていて、で最終的にねその5枚のうち一番強いカードが自分のところに来るんで、本当に最高の状態でゲームをスタートできるプラス、相手4人分のホールカード、その裏向きのカードが分かるっていうね、このゲームやったことある人だったら分かると思うんですけど、本当にね万全の状態でゲームをスタートすることができます。なんでこのスタートポーカーをしてる時にやたら自分の手札をこんな感じで曲げる人がいたら注意するようにしてください。という感じで、今のは主にスタートポーカーというポーカーに使われる手口なんですけど、他にもドローポーカーで、そのドローポーカーというゲームじゃね、一番オーソドックスで、知ってる人多いと思うんですけど、一応説明しておくと、まず各プレイヤーに5枚ずつカードを配っていって、その中から順番にね好きな枚数のいらないカードを新しいカードと各プレイヤー順番にねデックから交換していって、最終的に出来上がった5枚の手札で勝敗を決めるっていうゲームで、このポーカーにもさっきと同じようにあんまり高度なテクニックを要さないイカ様っていうのがあって、ザ・スリーカードドローっていう手口で、これをするには自分の右隣に自分のねパートナーが座ってる必要があるんですけど、どういう手口かっていうと、まず自分がディーラー役になる前のラウンドが終わったら、その場にある強いカード、自分が欲しいカードを3枚見つけて、でその3枚の下に他のカードが、関係ないカードですねが17枚来るようにカードを集めて、で集めたらその20枚の塊の上に残りのカードを置いて、でそのボトム20枚の塊が混ざらないようにデックをフォールシャッフルします。で混ぜたら自分の右隣はパートナーなんで、デックが混ざらないように指定の場所でデックをカットしてもらってカードを配ります。そうすると今ちょうど25枚カードを配ったんで、上から数えると8、9、10枚目ですねに最初にセットした自分が欲しい3枚のカードが来てるんで、あとは他のプレイヤーが交換するカードの枚数っていうのを密かに数えて、最後に自分の右隣のパートナーが最終的に、その先の3枚のカードがディーラーのところに行くように、交換する枚数っていうのを合わせて、最終的にその3枚がねディーラーのところに行くようにします。
もちろんその最初にセットする枚数っていうのはその場にいるプレイヤーの人数とか、その場のポーカーの細かいルールとかによってね変わってくるし、全員が一切手札を変えてこなかったり、思ってたよりねみんな交換する枚数っていうのが多かったりすると、うまくいかないこともあるんですけど、よっぽどなことがない限りそんなことはなかなか起こらないんで、ほとんどの場合ね成功します。で、今回最初に紹介したメモライズドハンドにしても、この2つ目のザ・スリーカードドローにしても結構簡単でねやりやすいし、でその割には結構その威力っていうか、イカサマとしては十分ね効果を発揮するんで、すごいね、イカサマ師にとっては、ノーリスクハイリターン的な感じで、めちゃくちゃねいい、都合のいいイカサマ師にとっては都合のいい手口なんですけど、逆に言うとイカサマされる側からしたらこれやってるかやってないかもねなかなかわからないし、分かったとしてもなかなか決定的な証拠も残らないんで、すごいね厄介な手口になります。なんでこれも前の動画で言ったんですけど、イカサマされたくなかったら、そのディーラーがカードを混ぜ始めたら、ちゃんとそのカードがね全体混ざってるように見えるからってあまり信用せずに、ちゃんとね隅々までトップとかボトムの位置とかもちゃんと把握して、ちゃんとねカード完全に、混ざってるかっていうところを毎回ね確認するようにしてください。ということで今日はスタッドポーカーとドローポーカーで使われる詳しいイカサマの手口について話しました。このチャンネルではこんな感じでギャンブルでのイカサマの手口を紹介していってて、今後個人的には日本でもねポーカーとかそういったカードゲームが盛んになってくるんじゃないかなというふうに思ってるんで、自己防衛知識的な感じでね僕の動画これからもね見てもらえたらなというふうに思います。あとまた今日の動画に関してもなんか感想とかコメントがあればぜひね下のコメント欄に書いてください。それではおやすみなさい。